ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は普段エンジンを組む時に使っている工具等々を紹介していきたいと思います。まずはこちらですね。 V ブロック。これは液栓を測るときにこんな感じで使います。こちらが、使ってるマイクロメーターですね。他にもいくつかあるんですが、とりあえず4つだけ出してきたので、これが普通にこういう風に測るやつですね。これとこれとこれがみんなこう測るやつで、幅が、これとこれは一緒ですけど0からですけど、こういうもの、元から幅のあるものですよね。でこれはマイナスですね。こういう風に開くんで、内側を測るものですね。シリンダーなんかも測れるやつですね。マイクロメーターの方はこんな感じです。あとこちらがシリンダーゲージになりますね。ダイヤルがこれで、ゲージのがこれですね。でこれが一応50から100まで測れるタイプのもので、ローターとか、あと、ステーショナリーギアなんかのメタルのところを測ったりしますね。シクエンスゲージですね。あとストレートエッジですね。これでハウジングの歪みなんかを測ります。精密系はこのぐらいですね。このメタルを抜く工具が、これが SST で、ステーショナリーギアのメタルを抜いたりはめたりする道具ですね。でこっちも SST でローターのメタルを抜いたりはめたりする工具ですね。メタルの打ち替えにはこの2つが必要になりますね。こういった T レンですね。早回しに使います。これは、ブルーポイントのものになるんですけど、これが10ミリと12、あと14ですね。14はエンジンだけだとめったに使わないので、それとあとは、こちらの23ミリのメガネですね。こちら、これが17、14のメガネですね。ラチェットの方がこちらですね。これが17のコマで、ロングのラチェット、あと使うのが19のコマ、あとは貫通のラインスドライバーですね。あとこちらがプラスチックハンマーですね。でこちらが大きい方のプラスチックハンマーですね。この辺はシール叩いたりするときに使うんで、あとはこっちの大きいのは、ハウジングを外したりするときに使いますね。とコマで使うのが12ミリのコマと、あと10ミリのコマですね。基本的には T レーン使うので、コマの方はあまり使わないですね。この3種類の大きさを
いつも使ってるんですけど、この辺のモンキーですね。これとモンキーが3つ。10ミリのコンビレンチですね。これもたまに使います。こちらがトルクレンチの方ですね。これは17で、基本的にはこれはテンションボルト締めるときの4キロに設定してそのまんま使ってます。これとあと細かいところをやるときはこちらのものですね。まあ 1.5 とか 1.6 とか2とか、こっち側はダイヤルの調整いらないんで、細かいところなんかこっちで締めて、テンションボルトを最後締めるときはこれを使うっていう形ですね。でちなみにこれがトネのトルクレンチですね。でこっちはじゃあ昔からあるやつなんですけど、どこのか KTC かどっかかな、どこのかちょっとわかんないですけど、基本的にはこの2つですね、トルクレンチ使うのは。であとめったに使わないんですけど、こういうこれもトルクレンチですね。これはほとんど使わないです。重要なのを忘れてました。こちらの大きいトルクレンチですね。これはフロントのブーリー止めるときに25キロで締めるので、これが19のコマですね。これでもこんな感じで締めるって感じですね。あとは分解するときにちょっと使うのがバールの方ですね。バールの方が一応ちっちゃいのと大きいのと2本使ってますね。であと細かい、ちょっとしたことをするときに使う電動工具ですね。これは頭14指が入ってるんですけど、こういったもの、こちらがトラックインパクトですね。硬いものを回すときに使うんですけど、こちらがコマですね。これが19、フロントのプーリーボス外すときに使うやつですね。でこれが54で、フライホイールのセンターのナットを緩めるときに使うやつですね。手動でダメなときはこういうエアツール使うこともあります。で手動の場合は普通にこういうやつですね。これが19で、こっちが54ですね。こういったものなんかも使いますね。エンジンの中ではあまり使わないんですけど、こういった電動工具ですね。先ほどのこれもそうですけど、こういったものですね。これはマキタのバッタモンのやつですね。でコマは17と19が使いますかね。こんな感じですね。こちらのインパクトドライバーですね。でこれは FD のステーションリーギアなんですけど、ここのところマイナスのネジで止まってるんですよね。ここを外すときにインパクトドライバーで叩いて外しますね。普通にやると外れないので、なのでこういうものも使いますね。リアの場合はここが長いやつじゃないと入らないので、こういう長いもののインパクトドライバーを使います。これはミッションのインプットシャフトなんですけど、液栓のインプットシャフト入るところのシール打ち込んだりするときに結構使いますね。これは本物切ったやつです。でこれが液栓の、インプットシャフトの入るところに入っているベアリングを抜くやつですね。プ
フラーですね。あそこのはこういうのを使わないと抜けないんで、こちらの方ですね。エンジンを組む際、このような工具を使用して組んでいます。他にも細かいものとかも結構あるんですけども、一応一通りこれで紹介し終わったと思います。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。